はい、そうですね、ネモフィラ初の有観客ワンマンライブということで、そうですね、とてもめちゃめちゃに楽しかったです。なんだろう、ここからがやっとスタートだと思うので、これからどんどん成長していけたらと思います。このメンバーでの初の有観客ワンマンで、個人的にはみんなに初めて私のネモフィラでの生ドラムを聴いていただけたのがすごく嬉しかったなっていうのと、今終わったばっかですけど、まだまだいけたなっていう気持ちがあるので、もう次に向けて今日からまた頑張りたいなと思います。はい、今日のライブは本当に長らく忘れていたものが出てきたなと思って、ステージを見るとみんながこっちを見てくれてるっていうのもすごく感極まるところがあって、プラスこの、メンバーでのワンマン、有観客ワンマンが私の中では無事成功したなと感じているので、皆さんにもそれを伝わってたら嬉しいなと思います。本当に初めての有観客フルメンバーでのワンマンだったので、今までもちろん配信の今までのワンマンに対しても一生懸命もちろんリハやってたんですけど、いきなりそこから会場も大きくなって、リハーサルの仕方だったりとかそういうこともいろいろ変わっていく中で、やれることはやってきたな。でもタムちゃんの言ってた通り、まだまだ、伸ばせるところも反省するところもいっぱいあると思うので、ゼップもありますし、まずは、ここで、皆さんにネモフィラというバンドをまず見ていただけたことはとても良かったなと思ってます。そうですね、2年ぶりの有観客でタムさんも含めて初めてのワンマンってことだったんですけど、やっぱり今までやってきた配信ライブとは全く違ってて、やっぱり一人一人お客さんの顔を見ながら演奏してると、もう本当込み上げるものがもう1曲目からずっとあって、マスク越しだったんですけど、みんなの楽しい表情とかやっと会えたねっていう表情がすごくとっても良かったと思います。本当に今ががスタートラインだと思うので、これからも頑張ります今やっと皆さんの笑顔が見れたかなっていう感じなんですけど、ちょっとパッと見て葉月ちゃんもまゆちゃんも言ってたし、まゆちゃんはステージ上でもちょっと感極まってたけどその皆さんの今のちょっとうっすらまだちょっと目に涙が浮かんでいるような、その涙はどんな思いでの涙だったんですかね。涙も私みんなでエンジン組んでたんですけど、その時に本当に思うことをそのまま言ったんですけど、みんなにメンバーになってくれてありがとうっていうのを伝えたら嬉しいなって思ってそれもそうだし、それを聞いてくれる人がこんないっぱいいるんだなっていうのが、それで目があったらみんなうるうるしてるみたいな伝染しました伝染したですそうでも本当ね、もういろいろあって結構やっぱりパッと周りのね、方から見るとめっちゃ順調やんみたいに見えてるかもしれないんですよ、バンドとして。やっぱりまだ結成して2年と 3,4 ヶ月ぐらいで、こういう渋子LINEキューブとかでやれるってなかなかないことだと思うので、だからきっとトントン拍子じゃんみたいなことを、言われたりもするんですけど、本当は結構いろいろある
それをなんかやっぱ今日のライブ一つとってもやっぱここに来るまでにすごくいろんなことがあって、なんかやっぱりでもこのメンバーでマジで良かったなっていうのをすごくね強く思った数週間だったんです。やっぱり特に、いろんなことがこの2年ちょっとの間であったんですけど、この数週間ここの今日に向けてやっていく中でそういう気持ちはすごくねみんな強くなってたと思うんで、まえちゃんがエンジンでそういうこと言ったからうるっとしてたらはらちゃんが一番ねあらちゃん今ごめんね涙がそうですねなんか本当に感謝の気持ちがすごく、もうこんぐらい溢れてるんですけど、いつも応援してくださってる皆さんだったりとか自分の周りの方だったりとかにもっとこういろんな意味で音で恩返しできるじゃないですけど返していけたらいいなっていう思いがすごく溢れててます個人的にはもう一発目です。もう私たちこうかっこつけてシャマックやろうぜみたいな感じでこうドンってやったら私の方がホッって感じになっちゃって、なんかめっちゃ人いる、そうめっちゃ人いるそれ見てないもんね、こっちも見てないし、なんかもちろんモニター私たち見てたんですけど楽屋でもやっぱ前しか見えないんで、後ろまでこうあんなにいっぱい人がいるっていうのがすごいびっくりして、こうそこでこうボルテージガバーって上がったのをすごい覚えてるんで、今私は1曲目のテンション感がもう忘れられないですね。私はオイランですかね。なんかやっぱ一番最初期から弾いてる曲だし、最近のライブとか一番最後にやる曲なんですけど、今回はもう炎とか上がったり、あとすごいキラキラした照明とか、あとやっぱ一番こなれてるっていうのもあって一番感情が乗ったような気がします。お客さんの盛り上がりもオイランとかやっぱでもライフもね、ライブはなんかライフはもうそれまでいつも延長すごいふざけててゲネとか昨日の晩ご飯とカレーとかふざけてたんで、いやでもねなんかオッケーとかやってたから本番はね泣かせに来たちょっとずるくないちゃんとなんかそう泣かせに来た。いやなんかここはちょっとなんかこうわーって話しとこうねみたいな言ってたのになんかすごい。でも正直決めてますこれは今言うぞってやられましたね。イエーイじゃああえてのディセンションですね。本当に奥の奥までもう一体感じゃないですけど、こんなに多くの人が同じタイミングで同じムーブをするなんてことも本当にめったにないと思うんで、本当全曲なんですけどあえてディセンションとてももう最高でした。個人的にファイターでこう自分たちのセクションが終わってはらちゃんが「タムさん」って本当はあそこイエーイってね、そうですね、イエーイティーンって終わるとこだったんですけど、タムさんって来たのがなんかすごい燃え上がる闘志が湧き上がってね、はい、でもすごい母性を感じました。タムさんの笑顔にすごい母性を感じました。大用意、はい、ネモフィラの母というかね、ネモフィラの母よかったです、あそこが。個人的にはそのナイトフライトのダンスをなんか
平歌とかの時ってあんまりみんなやってないなと思ったんですけど、なんかもううちらもその演奏しないでダンスだけやる時にめちゃめちゃ手が見えてすごい手出てると思いながらやってました。結構みんな踊ってくれててあれ嬉しかったですよ、もうそうですね、今日のもう1億倍ぐらいのもうなんか眩しいぐらいのネモフィラを見せれたらと思うので、見どころ全部ですかねちょっとまだまだ未知なんですけども、もっともっと今日よりもかっこいいネモフィラを見せられると思うので、お楽しみにしててください。サブタイトルで「虎穴にいらずんば孤児を得ず」っていうのを、私案出したんですけれども、今年寅年っていうことで寅といえばこれかなって思って、意味としてはやっぱなんか成功をねつかむためにはちょっとリスキーなものに挑戦しなければダメだぞっていう自分たちへの戒めを込めて、このタイトルにして、で素晴らしい対バンのツアーになるので、ちょっとねまたそこに向けてみんなで一丸となってトレーニングしていきたいなと思ってます。ZEPツアーは対バンっていうことなんで、今まではこうなんとなく自分たちのワールドでふわんとしてたのが、今度はそうじゃ通用しないぞというのがものすごく私は感じているが、テンションが上がりすぎていて、今もうすでにねいろんなことが着々と決まり始めてますけども、すごいことになってます。だから本当に自分が落ち着いてネモフィラのボーカルだぞっていうのをもう胸張っていけるように、頑張っていこうと思いますし、もう1月の2月くらいかな、始まります、いろんなことが。個人的にですけどねまだまだいろいろ言えないですけど、でも始まるんですよ。だから始まります。ちょっとあれですけどねだからもうぜひねチェック、ツイッターとかもう SNS 等をねぜひチェックしていただければと思います。そうですね、6月から、初めてネモフィラだともう初めてツアーを回る、そして対バンっていうことなんですけど、今年の干支じゃないですけど虎のようにこう対バンの相手に食ってかかるようなこの食ってかかる食べちゃうぞっていう勇ましさで、臨みたいっていうのと、すごいどうでもいいかもしれないですけど、ちょっと対バンツアーの前にバンジージャンプに行って気合を入れてるなって思って、行きたい。一緒に行きたい。頑張ります。頑張る。そうですね、ZEPツアーはてかいきなりツアーZEPかよみたいなところなんですけど、いや本当なんかまたそれ自体も、挑戦ですし、ZEPツアーに挑戦するっていう、今日のこの、ラインキューブ自体も挑戦だったわけですけど、引き続き2022年もいろんなことに挑戦したいので、その ZEPツアーも本当大きな挑戦だし、対バンの方たちも本当にスペシャルな方がたくさん出てくださるので、そこも本当に挑戦です。そこともうみんな先輩なんですけど、その方たちと同じ土俵でやらなきゃいけない、やるっていうのも本当に隣でなんかやってってやってるいらっしゃいます。本当にそこが大きな挑戦になると思っているので、またそこを乗り越えて、また進化したネモフィラというのを皆さんにお見せできたらいいなと思っています。今日は皆さん
本当にありがとうございました。ありがとうございました。来てくださった方も配信で見てくださった方も本当にありがたく思います。これからもネモフィラどうぞよろしくお願いします。